伊勢湾台風の年に建てられた築65年の家。縁廊下にトイレを作るリフォームです。今回はこちらの2軒の掃き出しサッシを撤去して、右側に1軒 1820mm の雨戸付きサッシ、左側にはトイレ用の小窓を取り付けます。サッシを外したら、その日のうちに入れ替えるのが基本です。住みながらなので、戸締まりだけは必ずして終わらせたい。いきなり問題発生。やらかしました。特注で頼んだ幅の広い掃き出しサッシ、雨戸が入る戸袋も当然大きいのですが、5ミリ傾きが見れたとして、でそこから1030ですよね。そうです。ギリアウトや。あ、ぴったんこやわ。あ、もうビタビタで。ビタビタ。重なるんや、耳が重なるってことそうです。耳じゃあもうここでもね、今のね。そう。だから両耳切ってビタビタやもん。ああ、耳切るとでもこれ腹がもうここしか止めれやんすもんね、リスが。あかんわ。掃き出し窓、戸袋、小窓がぎゅうぎゅう詰め。小窓がギリギリ入りません。この家は中京間、畳サイズ1820基準、いわゆるサブロク間。多くの家に当てはまる関東間よりも少し広い。ちなみに京間はもっと広い。そういえば昔おじいちゃんが、この家は京間やから広いね、と言っていました。戸袋の大きさが心配だったカズさんは、キャドで図面を作って冊子屋さんに特注で注文。営業さんが何も言ってこないから多分大丈夫だろう。さらに中京間にトイレの窓は関東間サイズだから多分大丈夫。この多分が現場だと一番怖いやつ。当日の朝に嫌な予感がすると言い出し、結果、無理だ。頼むかな、もう一つっていうか。無理なの分かっとったら頼むかな。50縮めたやつの障子にするか。安いもんね。少し小さめの入り積み用に発注し直すしかなくなりました。納期の方も結構時間かかってくると思うので。それでも今日絶対終わらせたいカズさん。諦めません。この外の右から開口。あ、いけるか。鉛筆貸して。開口からなぜか嬉しそうな顔。1038、ここまでサッシが張ってくるので、耳が15あるもんで、この外のこの耳、これが耳外で、ここにリスってもらう。ぴったりだよね。ギリギリギッチョン。はい。3ミリあるからギリ入ると言い切ります。そうしようか。トライしてみる。トライしていただいて、僕らが言うのも心のやってみる。でも希望が出てきたらいいか。ということで強行突破します。ギリギリマニアと言いますか、ギリギリフェチ、ギリギリ変態。そして実はこの時点で午前11時、時間はあまり残っていません。
戸袋の解体終了です。1950年代頃まではサッシはほぼ木製でした。それをアルミに変える工事は一昔前によくやりました。この家も過去に大工さんの手でアルミサッシに交換済みです。ガラスはシングル。当時はそれが普通。そして今回は国が推奨しているアルミと樹脂の高断熱サッシへ。ガラスもローイー複層ガラスにします。今回の工事のメインはトイレ新設ですが、窓は性能の良いものを採用。国の応援があるうちに良いものをって流れです。新しいサッシが早く取り付けてほしそうです。柱が傾いていないか。敷居はちゃんと水平か。土台がまっすぐ通っているか。土台に加工された跡があります。以前のサッシ取り付け工事の痕跡です。新しいサッシを入れるための下準備を進めます。よっしゃ。土台に丸ノコでまっすぐ切り込みを入れます。土台が四角の状態であれば加工しやすいですが、一度手が入っていると難しくなります。築年数も古く、土台もかなり曲がったりひねったりしていて素直じゃない。角度が保てず、丸ノコのベースがうまく使えません。フリーカットで勘で切るしかありません。はい、今回は失敗です。斜めだな、クソ。潔く認めてましたね。俺絶対昨日飲みだけは研ぐわっつっとったよね。結局研ぐんだった。角度が良くないので、のみで調整します。
最後に頼れるのは手の感覚です。ちょっとや。もうちょっと角度つけてやってもよかった。だいぶ溶けちゃったよね。力はわかんない。地道や。こちらは吐き出しサッシが土台に乗る部分です。少し飛び出しているのがわかりますね。そういうことね。今回は廊下の床は触らずに活かします。この触らない選択が一番悩ましいです。丸ノコの刃を2枚分入れて約3ミリの溝を作ります。こっからは浅いじゃん。1センチ入らなあかんねんね。結構大変だな。今回は思っていたように作業は進んでいないようです。次はサッシの開口枠下地。今回は4寸 ×1 寸5分の間柱を2本並べて入れます。内側のトイレの壁を拭かすため、あえて柱を飛び出す収まりにします。差し鴨居は大きく曲がっていますが、柱はできるだけまっすぐに。レーザーが設置しにくい、屋外でラインが見えない、角度がついて正しく出ない。そんな時は下げ振りが一番正確です。たまに登場する絶対裏切らない大工道具です。土台が欠損しているため、柱もそれに合わせて切り欠きます。できるだけ付け加えずに、あるものに合わせるのが修繕の基本です。こちらは前の大工さんが取り付けた化粧のヒノキの枠です。グラグラだね。見た目は立派ですが、今までグラグラのままついていました。じゃあしょうがないな。しょうがない。しょうがない。し
なんでやってんの？構えがこう傾いとるでしょ。こうやってうんつけ構えもね一緒にこう傾いちゃうので、うん釘を打ってもこう動かないようにしたいわけ。隙間を充填してからサッシを埋める。斜めのままつけるのは具合が悪い。正面から見た目が悪くなっちゃうから。あ、空いちゃうからね。そうそうそう。あと室内にここから入ってくでしょ。こういう感じやもん。そうそうそう。枠の水平を調整し、隙間にシーリングを充填します。ここくぐったら水勾配で家の中に入ってくるの想像できるやろ。これ重要よ。こんだけのことで。ここに新しくつける重たいサッシや間柱をしっかり取り付けるための省略できない一手間です。あれ何入ってた？正直、あまり作業は進んでいません。腕の良い大工さんなら、この程度の下地、1時間以内で終わるらしいです。ここまで午前中に終わらせたいところでしたが、昼休憩を挟み、すでに14時です。時間はありません。これ出したらもうおかしくない。3ミリこっち来たね。カモイが土台より10ミリ以上出ているので、このままでは柱をまっすぐ立てられません。1センチずれが4ミリずれになった。90ミリ釘打ち機に持ち替えてしっかり本打ちします。続いてトイレ側の壁下地です。いやそうなんだ。節だからここから歩く。全部長さが違うので、1本ずつ確実に間柱を取り付けます。ここまで慎重にまっすぐ作っている理由は一つ。サッシがとにかくギリギリだからです。これを建築業界ではこう言います。発注ミス。まっすぐで丈夫で四角い部屋を作る。そのためだけに全力を注いでいます。トイレの窓の開口部の下地です。
外壁とサッシ枠の下地ができました。わっつし。サッシを取り付ける前にステコーキングをします。ステコーキングとは最終的には見えなくなりますが、仕上げ前に行う防水処理のことです。既存生かしの円廊下の床にぴったり収まりました。新築では窓台も防水テープなどで処理します。近年の高気密を求めすぎた家は漏れたらアウトですからね。トイレの小窓がつきました。さて、問題の戸袋、つくのでしょうか。そっちの角当たらんようにもいったってか体向こうに立ってで傷つけないように水平に上がっていってねまだ俺から、よしよしはいいよ当てねどこだこれから見えへんいたいいいよさあ変わって入るね押してみてでこうして超えた超えない超えない10ミリぐらいあと10ミリぐらいつけると超えそうあこれで下げもういいうわこんなことあるすごないつきました。ギリギリで。これ奇跡サッシを完全にまっすぐ取り付けて、残りはわずか3ミリでした。連結するわはい奇跡やなこれはやはり日頃の行いですかね。私の窓をはめ込んでいきます。この日は戸締まりのため外部を合板で仮伏せします。17時ぴったりに窓がつきました。おい、待てる。何？やつね。よいしょ。はい。聞こえないね。いやだからね。サッシ
しは絵のつけた方がええな、もう。きれいに現場を掃除して、この日は終了です。縁廊下にトイレを作る工事、3日目の午後。水道設備屋の岩谷さんがトイレの排水工事を進めてくれています。こっちから動いてる。奥行って太いな、これ。本当は1日で終わる予定でしたが、外壁下地の続きをします。窓と外壁、下水工事が終われば、あとは室内の作業に専念できます。三尺三寸2個ちょうだい。たった1畳のトイレを作る工事。我々大工だけでは作ることはできません。どんな小さな工事でもその道のプロの力が必要です。そこに誰も気づかないような小さなこだわりがあったりします。施主さんに報告するまでもないような小さなこだわりの連続です。修繕は特にそこが大事。ちょっとね、気になる場所というか、やっぱり細かい仕事っていうのは残りますね。金屋さん綺麗に収めてますね。はい、ここですね。ここ。まあ昔の家なんで、まあ濡れても乾くんですが、次はクロス仕上げですから。スティックウォーキング売ってるんですけど、これ前の下地と鴨居の間っていうのが傾いてるもんで、水がね、中に入ってくるんで、コーキング打ちます。ほんとこんだけのことでもね、台風の時はね、漏れます。はい。なぜかというと、我が家が漏れたんだよね、これね。嵐の中、ブチルテープで実家の雨漏りを直した経験がトラウマとなり、その記憶が彼の仕事を支えています。こんな感じですね。築65年の家に現代のサッシが違和感なくきれいに収まりました。ギリギリですが。切ってないの。ごめんなさい。1985と198。1985に見える。さっきから。次回、内装トイレ造作編です。
チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。